じゃあ来月から仕送りはなしにするよ。これからはお前もちゃんと働いてくれるんだな。え？毎月兄への仕送りをしていた私は、兄の言葉に自分の耳を疑う。ちょっと待って。ちゃんと働かなきゃいけないのはお兄ちゃんの方でしょ？は？何を言ってるんだよ。俺はずーっと働いてるぞ。仕事もしていないのに結婚なんてするはずないだろう。結婚って、お兄ちゃんがするの？さっきからそう言ってるだろ。結婚するのは私だよ。え？お前、ニートのくせに結婚するのか？ニートなのはお兄ちゃんの方でしょ？だから私が毎月仕送りしてきたんじゃない。私がそう言うと、兄は戸惑った声を出すのだった。私はカノン、両親と兄の週一の4人家族。母は小さい頃からお金に厳しく、私や兄が無駄遣いをするのを許さない人だった。お母さん、アイス買って。昨日も買ったでしょ？今日は我慢しなさい。やだ。母さん、こんなに欲しがってるんだからアイスくらいいいじゃないか。ほら、これで買っておいで。そんな私たちにいつも優しくしてくれたのが父だ。しかし、私たちにお金を渡す父のことも母は厳しくたしなめていた。あなた、子供たちをあんまり甘やかせないで。わかった。私たちは厳しい母に隠れて、お小遣いや欲しいものをこっそり父にねだるようになっていく。その後、兄は就職して実家を出ていくと、口うるさい母に辟易してか、次第に実家に寄りつかなくなっていった。私も兄ほどではないが、就職して家を出てからは、慣れない仕事の忙しさもあり、実家に何ヶ月も顔を出せないことが増えていく。そんな実家に久しぶりに帰った日のこと。ふと気づくと、母はすっかりやつれていた。お母さん大丈夫？なんだかすごく疲れた顔してるよ。そんなことないわよ。あなたの気のせいじゃない？私が心配して言っても、母は触れてほしくなさそうに言葉を濁すだけ。しかし、母と父の少しギスギスとした様子を見ても、気のせいではないのは明らかだった。ねえお父さん、お母さんなんだかやつれてるように思うんだけど、何かあったの？父に聞くと、父は少し動揺した素振りを見せ、言いづらそうに話してくる。実はな、お前たちが実家を出てから、母さんは度を越してヒステリックになっていってな。でも私の前では普通に話してくれてたけど、さすがに子供の前では平静を装っているんだろう。父さんと二人になると暴言がひどくて、父さんもあまり家にはいないようにしてるくらいなんだ。そうだったの。父から打ち明けられた私は、いても立ってもいられず、母にもう少し父に優しくするように説得できないか試みることにした。ねえお母さん、最近お父さんとはどう？どうって何が？母は私の言葉に過剰に反応する。さ、夫婦だからいろいろあるかもしれないけど、お父さんにもう少し優しくしてあげてほしいの。優しく？あの人に？どうしてカノンがそんなことを言うの？どうしてって、何かお父さんに優しくできない理由でもあるの？わけがあるなら私が聞くから。これは夫婦の問題だから、もう口出ししないで。私が食い下がると、母は少し切れ気味に私を怒鳴りつける。私は母の態度を目の当たりにし、父の言っていたことを確信せざるを得なかった。不安になりながらも、その日はどうすることもできずに実家を後にする。父と母のために何ができるか考えても、何もいい考えが浮かばない。兄に助けを求めようと電話をするが、兄は仕事が忙しいようで、なかなか連絡がつかないまま、時間だけが過ぎていった。そんな時、もう一度実家を訪れてみようかと思っていると、父から電話がかかってくる。お父さん、私もちょうど実家に行こうと思って連絡するつもりだったの。お父さんはどうかした？電話の向こうの父は沈んだ声を出す。母さんが倒れたんだ。驚く私に父は淡々と説明する。心筋梗塞だそうだ。今は意識不明の状態で病院にいる。私は父から病院名を聞き出し、すぐに向かったが、
私が着いた頃には母はすでに息を引き取った後だった。私の直後に駆けつけた兄も突然のことに呆然としている。それでも父は気丈に振る舞い、ずっと私と兄を慰めてくれた。二人ともショックだろうけどしっかりするんだ。母さんもお前たちの幸せを一番に望んでいるはずだから。父の言葉に私も兄も我に返る。母を亡くして誰よりも悲しんでいるのは父のはず。俺、実家に戻ろうと思う。私も、そうしようかと。私と兄の気持ちは一緒だった。母のいない家に父を一人にしておくわけにはいかない。そう思ったからこそ、私と兄は実家に戻って父との同居を決意した。細かいことは明日の昼に実家でまた相談することにし、私と兄は一旦別れてお互いの自宅に戻っていく。すると翌日、実家に向かおうと思った私は、兄からメッセージが来ていることに気づいた。昨日一晩考えたんだけど、同居は俺だけで十分だから、カノンはそのまま一人暮らしを続けてくれ。昨日の話と全く違うメッセージに、私も慌てて折り返すが、兄は移動中だから電話には出れないと再度メッセージを送ってくる。こんな時こそ家族3人で支え合うべきでしょ？私も実家に戻って一緒にお父さんを助けたいの。私がメッセージで返しても、兄は自分の意見を曲げようとはしなかった。人に甘えられないような可愛げのない女は嫁のもらい手がなくなるぞ。ここは年長者の俺の意見に従え。嫁のもらい手とか、そんな古臭いこと言うなんてどうしたの？古臭い。母さんだって本当ならお前の花嫁姿が見たかったはずだ。女のくせに仕事ばかりの親不孝者が。今までこんな風に暴言を吐くことのなかった兄が、やけに私に突っかかってくる。あまりの言われように、私は兄とこれ以上やりとりすることを諦め、父に電話をする。お父さん、お兄ちゃんに最近何かあったとか聞いてる？ちょっと気が立っているようなメッセージが来たんだけど。すると父は沈んだ声で私に打ち明ける。周一、最近仕事でだいぶストレスが溜まっているみたいなんだ。女性の上司からいびられてるらしく、働く女性を見るとイライラして八つ当たりしてしまうって話してたよ。だから女のくせにとか、私の仕事のことも言ってきたんだ。妙に納得した私は父に話し続ける。今の周一はきっとカノンの顔を見るたびに仕事を思い出して辛いと思う。カノンから連絡するのは控えてあげてくれないか？じゃあ、同居の話はどうするの？周一と二人で住むから、カノンは今まで通り自由にしてくれて構わない。それが周一にとっても一番いいはずだ。わかった。私は兄が落ち着くまで、こちらからは連絡しないことに決め、実家と距離を置くのだった。そして、兄と連絡を取らなくなって1ヶ月が経った頃、父から電話がかかってくる。実はな、周一が仕事を辞めてしまったんだ。お兄ちゃんが？仕事のストレスに耐えられなくなったんだろうな。今は塞ぎ込んで再就職する気力もないみたいなんだ。そんな、何か私にできることはない？正直、週一の収入がないと生活が厳しいんだ。30万ほど仕送りしてもらえたら助かるんだが。30万？それなら私もこの家を引き払って実家に戻るよ。いや、それはダメだ。カノンの顔を見たら、女上司の顔を思い出して週一はますます気を落としてしまう。妹に頼るのは兄としてのプライドもあるだろうから、こっそりお金を送ってくれないか？兄が立ち直るまで助けてあげたい気持ちはもちろんあったが、月30万は私にとって楽に払える額ではなかった。私は悩んだ末、彼氏のトールに相談した。するとトールは自分も少しお金を出すとまで言ってくれ、兄のサポートを後押ししてくれた。カノンのお兄さんなら、俺もいずれ家族になる人ってことだろ？人事じゃないよ。トールの言葉に、私との将来を真剣に考えてくれることが分かり、私はますますトールを頼もしく思うようになっていく。そしてトールにも協力してもらい、仕送りをすること数ヶ月。父に聞いても兄の状態は一向に良くならず、仕送りをやめるめどはなかなか立たなかった。
いつになったらお兄ちゃんと話せるようになるんだか。思うんだけど、お兄さんと一度ちゃんと会って話した方がいいと思う。いくらカノンの顔を見たくないって言っても、直接会って話すことで事態が良くなることもあると思うよ。そうよね。私、お兄ちゃんともう一度話してみる。トールに励まされ、私は実家で兄と直接話すことを決意した。数ヶ月ぶりに兄の携帯に直接電話をかける。もしもし、私、カノンだけど。カノン？兄は戸惑いながらも私との会話を続けてくれた。電話してきてくれてありがとう。俺もずーっとカノンと話したいと思ってたんだ。本当？ああ、仕送りの件でな。兄はちゃんと私が仕送りしていることを分かって気に留めてくれていたようだ。そのことが嬉しくて、私はほっと胸を撫で下ろす。私もそのことでちゃんと話したいなと思ってたの。そうか、ならよかった。さすがにいい年をした大人がいつまでも仕送りをしてもらってるなんて、お前もおかしいと思うだろ？そうね。なぜか兄は自分のことを話している割には悟った物言いをしてくる。結婚もすることだし、もう仕送りはやめにしたいんだ。結婚？なぜか兄は私とトールが結婚前提で付き合っていることも知っている。ああ、だからもうこれ以上の仕送りはやめにしたいんだ。今までの仕送りに対する感謝の言葉はなかったが、仕送りをしないで済むならそのことでぐちぐちと言っても仕方ない。まあ私もいつまでも仕送りを続けるわけにはいかないって思ってはいたから。すると兄が真剣な声で私に告げてくる。じゃあ来月からは仕送りはなしにするよ。これからはお前もちゃんと働いてくれるんだな。私は自分の耳を疑う。ちょっと待って。ちゃんと働かなきゃいけないのはお兄ちゃんの方でしょ？は？何を言ってるんだよ。俺はずーっと働いてるぞ。仕事もしていないのに結婚なんてするはずないだろ。結婚ってお兄ちゃんがするの？さっきからそう言ってるだろ。結婚するのは私よ。お前ニートのくせに結婚するのか？ニートなのはお兄ちゃんの方でしょ？だから私が毎月仕送りしてきたんじゃない。私がそう言うと、兄は戸惑った声を出す。ちょっと待て。何を言っているのかよくわからないんだが、仕事をしていないお前の代わりに、毎月父さんにお金を送っていたのは俺だぞ。お兄ちゃんがお父さんにお金を？だって、お兄ちゃんはお父さんと実家で暮らしてるんでしょ？実家で父さんと暮らしてるのはお前だろ？自分が実家に戻って父さんと同居するから、俺には一人で暮らしてくれって言ってるって父さんから聞いたぞ。兄は母の葬儀の翌日に父から早めに呼び出され、私が自分一人で同居するつもりだということを聞かされたという。どうして？私がそんなこと言うはずないでしょ？でもお前は仕事ばかりで母さんのこともほったらかしにしていた俺のことを恨んでるんだろ？俺の顔を見ると怒りがこみ上げてくるから当分連絡してくるなって父さんに伝えたんだよな。私そんなこと一言も言ってないけど。兄は父の言葉を鵜呑みにして自分が仕事ばかりだったことを悔やみ、私に許してもらえるまで自分から連絡を取るのはやめようと決めたそうだ。その後、兄は父から私が塞ぎ込んで仕事を辞めてしまったと告げられたという。その時もすぐに実家の私の元へ駆けつけたかったが、父に自分の顔を見ると私がますますひどい状態になるからと止められたそうだ。そして私の助けになりたいと思うなら仕送りをしてほしいとお願いされたとか。じゃあ、私もお兄ちゃんもお互いがお父さんと同居して実家に戻ったと思って仕送りしてきたってこと？そうだな。そうなるな。兄はこの数ヶ月、父に言われるまま父の口座に仕送りを続けてきた。しかし、結婚を前提に付き合っていた彼女が妊娠していることが分かり、結婚するから仕送りはできなくなると私に伝えようと思っていたらしい。私も兄に以前送られてきたメッセージを見せ、自分が父から聞いていた兄の様子を伝え、俺はこんなメッセージを送ってないぞ。まさか。
兄の態度からあのメッセージが勝手に送られていたことがわかり、さらに父が言っていた話もデタラメだったことに気づき始める。これはおかしいよ。お父さんに直接聞きに行かないと。ああ、そうだな。父の行動を不審に思った私たちはすぐに実家を訪れた。兄と合流し、実家に着くと、ちょうど父が玄関から出てくるところだった。傍らにはブランド物に身を包んだ派手な女性が、父としっかりと腕を組んでいる。父さん。兄の呼びかけで、玄関先にいる私と兄に気づいた父は、気まずそうに目をそらす。お父さん、お兄ちゃんから聞いたわ。どうして私たちに嘘をついて仕送りなんてさせてたの？いや、それは。口ごもる父に、隣の女性が催促する。達夫さん、早くしないと飛行機の時間過ぎちゃうよ。飛行機？私はそう言うと、父とその女性は揃ってスーツケースを持っていることに気づく。私たち、これからハワイ旅行なの。面倒な話なら後にしてくれる？女性は迷惑だと言わんばかりに私たちに促してくる。父さん、これはどういうことだ？いや、それは。あなたたち、達夫さんの子供たち？そうですけど。ああ、いつも仕送りありがとう。奥さんからの遺産でたくさん買い物もさせてもらったし、こうしてリッチに海外旅行も行けるから、達夫さんの家族って本当に役に立つわね。は？どういうこと？私が父を睨むと、父は慌ててその女性を黙らせる。ミカちゃん、今その話はちょっと。言っちゃダメだった？奥さんいないんだから浮気のことはもう時効じゃない？とりあえず、ミカちゃんは先に空港に向かってて。あたふたと女性をその場から立ち去らせる父を見て、私と兄はすべてを察する。父は浮気相手の女性に貢ぐために、私と兄、それぞれから仕送りを騙し取り、母の遺産も使い込んでいた。私と兄は父に詰め寄る。父さん、あの女性が言っていたことが本当なら、父さんは俺たちを騙して送らせた金で、あの女性に貢いでいたってことになるよな。それに、母さんの遺産に手をつけたってのも本当か？兄の言葉に父は逆上してくる。うるさい。親のすることに口を出すんじゃない。夫婦のお金をどう使おうが、子供のお前たちには関係ない。それに、子供が親の面倒を見るのは当たり前だろ。私は冷静な態度で父に告げる。関係なくなんかないわ。私たちに無断でお母さんの遺産を使うなんて許されるはずがないでしょ。私が言うと父は見下すように笑う。なんだ？お前たちも母さんの遺産が欲しかったのか？親から遺産をむしり取ろうとするなんて、お前たちも金の亡者だな。でも残念だったな。母さんの遺産は俺が全部使ってやった。もうお前たちにやる金はないんだよ。私は呆れながら父に告げる。何を言ってるの？母さんの遺産は私たち子供にも受け取る権利があるの。それを勝手に使うのは法的にも許されないのよ。何を言ってるんだ。そんなこと言ったって、お前たちには何もできないだろうが。私の言葉に父が焦り出すと、兄が追い打ちをかける。いや、できる。正当な額が分配されないなら、弁護士に相談するだけだ。待て、何も払わないなんて言ってないだろ。ただ今は旅行の支払いも控えてるし、手元にお金がないんだよ。慌てる父に兄は冷静に告げる。金がない？母さんの遺産に加えて、俺とカノンが毎月仕送りしていたお金があるだろ。俺は酔い越しの金は持たない主義なんだ。今月の分は持ち越さずに使い切ることにしてるんだ。私は呆れながらつぶやいた。そんな金銭感覚で、よく今まで借金せずに家族を養ってくれたわね。それは、管理していた母さんに使おうとするのを止められていたから。それを聞いた瞬間、私と兄が今まで抱いていた両親のイメージがガラリと変わる。思い返せば、昔から父は優しかったのではなく、ただお金にルーズだっただけではないのか。自分たちのことを本当に思ってくれていたのは、私たちの将来を考え、あえて厳しく節約してくれていた母の方だったのではないか。
今思えば母が気疲れしていたのも父の浮気を知ったからかもしれない。父は情けない声で私たちに訴えてくる。せめて来月までは、いや、半年間は遺産の分配は待ってくれ。今回のハワイ旅行の金もカードで支払ってしまったから、金がなくなるとカードの支払いもできなくなるんだ。父の悲痛な訴えを聞いても、兄と私の気持ちはみじんも動かなかった。浮気相手との旅行の支払いなんて私たちには関係ないわ。私の言葉に父は必死になる。母さんがいなくなった今、家族は俺たち3人だけなんだぞ。大事な家族にこんな仕打ちはひどいと思わないのか？あまりにも勝手な言い分に怒りがこみ上がり、私の肩は震え始める。すると、兄が私の肩にそっと手を置き、静かに父に告げた。俺たち兄弟を騙し、仲違いさせて仕送りを送らせるような人をもう家族とは思えない。俺は金輪際、父さんとは親子の縁を切ろうと思ってる。私も兄の言葉に続く。私もお兄ちゃんと同じ。もうお父さんのことは信じられない。縁を切って今後一切の援助はしない。待ってくれ。俺を見捨てないでくれ。私と兄は打ちひしがれる父の叫びを聞きながら振り返ることなく実家を後にした。私たちが実家を出た後、父は慌てて浮気相手の女性に連絡してハワイ旅行をキャンセルして返金するように説得したらしい。しかし、女性は父の言葉を無視し、扱ったチケットで一人でハワイに向かったそうだ。そして帰国すると、二度と父の前には姿を現さなかった。おそらく、お金がないと分かった女性は、旅行だけ一人で楽しんだ上で父を捨てたのだろう。父の年金では、遺産の分配とカードの支払い額には到底届かず、今は老体に鞭打ちながら、交通整理のバイトの給料で支払いを返済しながら、ひもじい生活を送っているそうだ。お互い誤解が解けた私と兄は、昔のような仲のいい兄弟に戻った。お互いにそれぞれの結婚相手を紹介し、今では家族ぐるみで食事や旅行に行ったりと楽しく過ごしている。そして、毎年母の命日には、生前の母のおかげで、自分たちが大学まで行かせてもらえたことを感謝しながら、お墓の前で手を合わせるのだった。